こんにちは。皆さん、聞いてください。3分間の話、学問について、ただいまから説明いたします。言語教育、それから文学、この研究は面白いですよ。外国語、どうやって勉強しよう。この質問から始まる自分の専門、話すことはメインにしますか？ちなみに皆さん答えられますか？ Excuse me, friend.Where's Osaka Station? 日常会話、基本コミュニケーションは一番大事と思っております。練習さえすれば英語を話せます。頭の中から引き出そう。その単語、動きましょう。口の筋肉を鍛えよう。ヒップホップはどう？面白くないと絶対感じない。Why? とても早い。今まで受けた英語のテストと違い。スポーツに近い。You gotta move your mouth, my friends. You really gotta try. リズムよく英語を頑張ってください。ありがとうございました。私の専門は言語教育と文学です。ヒップホップはポエムですので文学の分野に入ると思います。で、今、ヒップホップを教材として研究しております。文学では特にポエムとヒップホップの場合には言葉のリズムと音がとても大事です。なので話す練習のためにヒップホップは素晴らしい教材になると思います。ヒップホップは必ずリズムがあります。あと韻を踏んでます。なので、ある速いヒップホップ歌詞を真似をすれば、で自分も完璧に言えるまで繰り返し練習すれば、そのうちその自然なリズムと音が分かるようになります。でそれは頭の中で分かるじゃなくて、口で分かるようになります。英語を話せるようになりたい学生たくさんいると思います。話せるようになりたい学生。はーい、そうですよね。で、みんな考えてみてください。頭の中でいっぱい難しい単語が入れてても、難しい文章を読んで頭の中で理解できていても、それは話せるかどうかはまだ別の質問ですね。話すことは頭の中だけではなく、実際に口を動かして音を作ることが大事です。なので、それは絶対練習が必要です。いきなり話せるわけでもないです。で、その練習のためにヒップホップの教材はおすすめです。で、みんなちょっと注意してください。2つありますけど、ヒップホップはちょっと良くないイメージあるかもしれませんが、ちょっと気をつけていけば、いい曲を選べば大丈夫です。素晴らしい作品たくさんありますので。あともう一つ、自分でヒップホップの速い歌詞真似してみたら、多分最初はうわ速くて無理とか絶対できないとか思ってしまいます。でも練習すればできますので、諦めないで頑張ってください。難しいからこそいい勉強になっています。私はこの研究を続きますので、皆様もぜひリズムよく英語を頑張ってください。